皆さんこんばんは。ワイワイニュース山崎です。今日は2019年の7月の12日金曜日ですね。時間が比較的早めに、今夜は放送開始できました。現在日本時間の夜の9時10分ということで、40分ぐらいですね遅れましたけど、今日のワイワイニュースライブ通算で2183回ということで始めたいと、一元放送ですね、ということです。それで最初は昨日の放送のテーマですね。続きナンバー2、7月21日投開票の第25回参議院選挙の結果はどんなのかと、私の大胆な予測だというテーマですけど、これをYouTube 向けの表紙を作っていただいたということで、私の大胆な予測ということですね。で、現時点での視聴者数はなんか少ないんですね。ツイキャスが280名様、380名様で、 YouTube が292で、全部で672名です。そして今日の画像ですけど、今日の注目情報の中でですね、昨日発売された週刊新潮、この中の記事、特集記事ですね。伊藤詩織さん VS 安倍官邸べったり記者法廷対決と、こういう記事で、これを長いんですね。1、2、3、4ページ。4ページ。この記事、特に後半の部分ですね。この菅官房長官がこの強姦魔の山口紀之元 TBS、支局長ですね。で、彼が伊藤詩織さんが強姦されたということを発表してからですね、2つの会社の顧問契約が切られたということで、逆提訴したんですね。伊藤詩織さんは1100万円の損害賠償民事ですけど、結局刑事は、この山口は逮捕もされないと。成田空港で、彼がニューヨークからワシントンから帰国するのを待ってですね、逮捕する予定だったんですけど、直前に菅官房長官の秘書官だった中村渉という当時の警視庁刑事部長が直接高輪署の刑事に電話して逮捕すんなという命令を出したんですね。それで山口は逮捕を逃れたと。でも検察も彼を強姦容疑で準強姦容疑とで、起訴しなかったんですね。でそれを不服として、検察審査会に、不起訴はおかしいんじゃないかということで、これは要請っていうのかな、伊藤詩織さんが出したんですけど、結局検察審査会っていうのは、最高裁事務総局の直轄なんですね。ですから結論はどうにでもなるという偽装された、あたかも国民の、一般から選ばれた検察審査会の委員は、表面上は独立しているというふうに見えますけど、全てが最高裁事務総局が直接コントロールしているということで、結論は最高裁事務総局が決めると、どうにでもなるというとんでもないところなんですね。
で結局不起訴は相当であるということで、刑事事件として立件する道は閉ざされたんですけど、彼女は民事裁判で1100万円の損害賠償請求をしたと。でそれに対してこのとんでもない山口紀之がですね、しおりさんの発表によって2つの顧問契約が切られたと。それプラス、慰謝料等々で1億3000万円の賠償請求する、いわゆる反訴をしたんですね。で、東京地裁で、この伊藤詩織さんの最初の損害賠償請求と、それから山口の反訴、これを合わせた裁判がですね、先週東京地裁で行われたと。でそのことの、記事なんですけど、この記事の最後の方にですね、この顧問契約2社切られた、山口紀之に対を経済的に救済するために、この菅官房長官が昔から、懇意にしてた広告会社の会長にですね、どうにかしてくれということで、月42万円プラス交通費を払わせてたということが、この裁判の記録の中、訴状の中で暴露されちゃったんですね。ですから私はこの長い記事を全文書き起こして、そしてできるだけ多くの人に読んでもらいたいという、特に後半部分なんですけど、今日はかなり長いんでですね、前半部分しか書き起こしできなかったんですね。ということです。ということで、今日の画像ですね。昨日の表紙ですね。それから昨日の視聴者数、ということですね。そして今日の画像ですね。で次に今日の一言ということで、今日これは日刊現代の記事の中に出てたんですけど、安倍晋三がですね、血の同盟という主張をしてたということで、安倍の持論だと、血の同盟はかねての安倍の持論だということで、彼の本「この国を守る決意」2004年1月発売で、安倍はこう言ってるということで、軍事同盟というのは知能同盟ですと。日本がもし外敵から攻撃を受ければアメリカの若者が血を流しますと。しかし今の憲法解釈の下では日本の自衛隊は少なくともアメリカが攻撃された時に血を流すことはないのですと。実際にそういう事態になることは極めて小さいのですが、しかし完全なイコールパートナーと言えるでしょうかと、こういうふうにはっきり言ってんですね。で今回、昨日もお伝えしたように、イランに対して最初はですね、ホルムズ海峡を通過する全ての、アメリカあるいは日本等々の国々の船舶を守るために
有志連合を形成したいという打診があったということなんですね。で当然安倍は日米、条約は血の同盟だということなんで、当然有志連合に、日本は参加するということを当然言ってると思いますね。だからこそトランプは安倍にこういうことを言ってる。ただ問題は昨日も言いましたように、単に船舶の保護護衛だけではなくて、トランプが狙うイランへの本格的な侵略戦争に自衛隊も当然、有志連合の一員として参戦せざるを得ない状況になるというのは誰が見ても分かりますよね。だからこのいわゆるアメリカの、始める侵略戦争に自衛隊が参戦するということが遠い将来のことじゃなくてもう目前に迫ってきたということで、今回の参議院選の一大争点にすべきなんですね。有志連合には参加するんだということでしょう。そして、日本の船舶は日本が守ると、それでいいじゃないですか。ということです。今日の一言。もともとトランプがですね、いわゆるせっかくオバマ前大統領ほかEU がイランの核兵器開発を制限するための合意事項を彼はちゃぶ台返しにしちゃって、そして、経済制裁、特にイランの石油の輸出を制限するというところまで、やったわけですよね。それから急にきな臭くなったということで、トランプが火をつけて、そして、どんどんその火が広がる危険性があるということでの中で、この有志連合への参加の打診が来たということなんで、もともとトランプなんですよ、仕掛けたのは。だからトランプと友好関係があるというふうに今まで自慢してましたけど、それどころじゃないですよと。自衛隊が本格的な侵略戦争、アメリカの始める侵略戦争に参戦するという瀬戸際までですね来ちゃってるってことなんですね。だからこんなやつはもうこの参議院選挙で、私が予測しているように67から38に激減させると。そして、続投しますというふうなことは一切言わせないで、彼を辞任させるということが絶対必要なんですよね。今日のメインテーマにつながりますけどね。で日韓現代の最新のレポートだと自公の圧勝はないと。自民党は51ぐらいまで、下げんじゃないかって言ってるんですけど、51なんていうのは全く不十分で30代ですよ、38ですよ。過半数割れさせるっていうことですよ。ということですね。そして今日の注目情報として、週刊新潮の記事の全文書き起こしの今日は半分ですね。
これはタイトルなんですね。伊藤詩織さん vs 安倍官邸べったり記者の法廷対決と。で連続準強姦逮捕状が握りつぶされ4年と被告が墓穴を掘るホテルの証拠ビデオから証拠で明るみに出た菅官房長官の、経済支援額というこれがサブタイトルで本文なんですね。で本文を読みましょうね。本文記事はじめ、顧問委託契約と題されたその書類には、天使が歌っているような温かく優しい文言が並んでいたと。原則として月1回意見交換を行うと。顧問料として月42万円を振り込むと。必要と認める範囲での交通費その他の経費を支払うと。およそ天使などいそうには思えない我らがサラリーマン川柳の面々からはこんな嘆きと悲しみが聞こえてくるようだと。仕事しろ、残業するな、成果出せ、この職場は無知があっても雨はないしの部署で、ノリはいいと。ブリはいいと。魚のブリですね。生きてるだけで出世すると愚痴る日々なのにと。退職後も悠々とはいかず、再雇用昨日の部下に指示仰ぐ日々なのにと。でこの契約で雇用されたのは他ならぬ総理べったり山口紀之元 TBSワシントン支局長とサラリーマン川柳の面々がノリはいいとべったりだけで42万と読んでみたくなるのもわからなくはないと。あるいは山口記者には特捜検察に助成金詐欺容疑で逮捕・起訴されることになるスパコン会計顧問の顔もあったと。この社はザ・キャピタル・レジダンス東急の家賃月額約200万円の部屋を自由に使わせるという厚遇で彼を迎えていたと。だからノリはいいべったりだけで200万円と読みたくもなるだろうと。山口記者は今年2月1日にレイプされたと主張する伊藤詩織さんを相手取り名誉毀損しプライバシーを侵害したとして1億3000万円の損害賠償を求めたと。詩織さんは2017年9月支局長の立場に乗じ就職斡旋をちらつかせレイプしたと山口記者に1100万円の損害賠償を要求していたから彼は反訴したことになると。冒頭の契約書はその山口反訴状から図らずもめくれ出た内容であると。彼は彼女の告発のおかげで月給月額42万円の企業など顧問先を2つ失ったと。1億3000万円の請求額にその損失利益も含まれるというわけだと。そこには菅官房長官の関与が見え隠れすると。その点について詳しくは交渉に後ろの章ですね譲るとして詩織さんと山口記者この両者が尋問を受けた7月8日東京地裁709号法廷の模様からお伝えしようと。午前10時過ぎに改定された裁判は詩織さんへの主尋問反対尋問山口記者への主尋問反対尋問という順で進んだと。詩織さんは青いシャツに濃紺のダブルジャケットとパンツを身にまとうと。反対尋問は、相手方の弁護士から行われると。詩織さんへの反対尋問は苛烈を極めたと。例えば膝に怪我を負ったと詩織さんが主張していることについて問われた際、耐えきれず声を震わせたと。
その夜は必死にこれ以上性行為を続けられないように必死に膝を閉じ体を固くして抵抗していたので、その際に足を開かれもみ合いになった時のことだと私は感じていますと。ベッドの上ですよねと。はい。その時は必死に命の危険を感じながら争っているため、どこでどうなったか説明することはできませんと。3人の裁判官のうち1人は女性で、表情の険しさが増すばかりと。昼休みに入ると生々しいやり取りに拒否感を抱いた女性傍聴者が涙ながらに退廷する姿も見えたと。これ第2のレイプなんですよね。裁判所でこのように赤裸々に被害者、性被害の被害者に対して、プライバシーの極限をですね、相手の弁護士が必要に聞いてくるというのは第2のレイプと言われてるんですね。他方、山口記者はグレーのスーツに白いシャツ、格子柄のネクタイといでたち、トレードマークのひげはないと。反対尋問ではホテルの居室内でのベッド間の移動について問われたと。浴室側をベッド A、窓側をベッド B とすると。しおりさんはどちらのベッドに寝たんですかと。ベッド A ですと。あなたが寝たベッドはどちらですか。ベッド B ですと。どちらのベッド、これは大文字ですね。副題ですね。性行為はどっちのベッドでと。ベッド A ですと。しおりさんはベッド A に、あなたがベッド B にいたんだけど、あなたがベッド A に行って性行為をした。はい。しおりさんの弁護人は山口記者が事件後に彼女に宛てたメールを示すと。ゲロまみれのあなたのブラウスとスラックスを脱がせ、中略、ベッドに寝かせましたと。ここで言うベッドというのはベッド A ですかと。はいと。私はあなたの髪の毛などについた嘔吐臭が耐えられなかったので別のベッドに寝ましたと。この別のベッドとは B のことですかと。そうですと。その後あなたはこれは山口がしおりさんに事件後宛てたメールなんですね。その後あなたは唐突にトイレに立って戻ってきて私の寝ていたベッドに入ってきましたと。この私の寝ていたベッドというのはどちらですかと。ベッド A ですと。ベッド A ですかと。そうですと。寝ていたベッドは A なのか B なのか、山口記者はこう釈明すると。この寝ていたベッドというのはこの私のホテルの私が寝ていたベッドという意味です。そう読めますか。私はそう書いたんだからと。そもそも山口記者は別のベッドで寝ていなかったのではないかと。傍聴席がざわめいたのは夕べなるかなと。閉廷後山口記者にアプローチすると、新潮さんは著しく変更したことを書き続けているのでということで、逃げたんですね。ここまでですね、今日のところは。ということで、この山口紀之の顧問弁護士が必要にですね、しおりさんに、その当時の状況を苛烈に聞いて、彼女がかなり動揺したということで、まさに第2のレイプを公然と行っているということでしょうね。皆さんからのあれですね、砂月さん、イージス・アショア山口と秋田配備はやっぱり米国への愚物っていうんですかね、贈り物と。米シンクタンクが日本列島が太平洋の盾になるという
まさにそうですよ。米国を守るために日本がイージス・アショアを買ってですね、山口と秋田に配備するということなんですね。から小ちょっと読めないですね、これ。コンティニューコインですね。秋さん、コンティニューコイン。砂月さん。安倍氏の誘致の同盟は、安倍氏及び安倍とも 1% の地ではないく生活に追い込まれた 99% の国民の地と。から高志三平さん、コンティニューコイン2枚ですね。今日は見れましたということですね。砂月さん、スパコン社長逮捕と。実体なき AI 財団は山口紀之の実家と、事務所が実家にあるということですね。から砂月さんが初めて、ご覧の方へということですね。はい。から砂月さん、今日のメインテーマナンバー3リツイートしてくれました。それから石森さん、山崎康彦氏、ワイワイニュースライブ配信スタートしましたと。K さん、今日のメインテーマですね、リツイートしてくれましたね。石森さん、お茶配信ありがとうございますと。から砂月さん、がん大国日本で食品添加物が選挙の争点にならない不思議と、丸劇トークオンディマンド952回と。周平さん、参議院選一人区32件中28件に NHK から国民を守るか、立花ですね、正体不明のは無党派層への目くらましで立ててるんですね。28件に立ててるんだ。すごいね。騙されてはいけないと。もう完全にあれでしょ、無党派層に向けて、特にあれですよね、令和新選組とオリーブの木、これの支持者を狙って、分断するというのが見え見えですよね。NHK から国民を守るんじゃなくて、安倍事故ファシスト政権から国民を守るというのが先でしょうと。 NHK からなんで NHK だけ、安倍の前に NHK から国民を守るっていう名前自体がおかしいですよね、これね。そして NHK の、受信料をいかに払わないかということだけ特化して言ってるんですね。非常に怪しいですよね。そして擁立する選挙の候補者もネトウヨが多いということで、非常に怪しいですね。ということです。ということで、下森さん配信スタートしました。はい。ということで、今日のこれですね。石井幸喜さんの本。今日は110回目ですね。第4章。構造改革のための25のプログラム。第3節。国家予算の半減。プログラム22、大規模減税を実現するということで、第、3節はこれで終わりなんですね。そして来週月曜日から次の第4節に移るんですね。第4節の最初はプログラムの23ですね。今日はプログラムの22、大規模減税を実現するというところです。これは短いですね。半ページぐらいですから、今読みますね。真の構造改革を掲げる政権は、2年後の大規模減税を国民に公約すべきであると。日本の企業は全般に重い公共料金と行政手続き負担のため、生産コストが高水準となり、
同時に従業員の生活コストが著しく高いため、人件費の高騰を招いていると。こうした経営を束縛する社会的重負担構造は公共事業長期計画の廃止や行政企業の廃止によって格段に改善されるが、さらに企業の成長率を改善し、国民の消費能力を高めるには、法人税、所得税等の減税が必要であると。また、税制抜本改革の中で固定資産税、相続税の大幅減税を断行し、可処分所得のさらなる増大を図ることも不可欠であろうと。食料品や医療・福祉サービスにかかる消費税の撤廃も重要であると。年金改革については、当面、年金資金運用基金を廃止し、国が直接管理する積み立て方式に改めることとともに、一定の所得水準以上の加入者に対する給付の引き下げと国庫負担割合の増大を実施すべきであると。将来的には税による年金、税による医療、社会による介護の目標を掲げ、先に述べた中高年100万人ボランタリー公務員制度を作って、高度福祉社会の実現を目指すべきだと。健全な市場経済にあっては、こうした経済活動の活性化と将来不安の解消のための一連の改革と税収の増大とは相互に一体のものとなると。それが国民福祉の向上につながるのであるというのが今日の部分ですね。大型減税だから、法人税、所得税、そして、相続税から固定資産税、これの大幅減税をすべきだということですね。ということで、来週の月曜日から最後のプログラム23、公務員分減法を制定すると。24、行政、監査を徹底し、会計検査院を強化すると。会計検査院なんていうのは内閣の中に入れるんではなくて、国会ですよ、衆議院の中に常設機関として移すということですよね。公安委員会とか教育委員会とか公正取引委員会とか、いわゆる行政を監視するすべての組織は内閣の下ではなくて、国会の特に衆議院の中に常設機関として置くと。から予算局ですね、予算の権限を財務省から剥奪すると。アメリカなんかそうですよね。アメリカの大統領は予算権持ってないんですね。予算権も持ってないし、予算を配分する権利も全て、連邦議会下院が握ってるんですね。こうすべきなんですよ。ということで、そして今日のメインテーマですね。続きナンバー3、私が予想する今回第25回参議院選挙の結果、安倍自民党と公明党創価学会は2007年7月を上回る歴史的大敗を被り、安倍晋三は辞任するだろうと、こういう予測をしてるんですね。で、ちょっとおさらいですね。昨日のメインテーマのおさらいを初めにするということで、2007年7月の参議院選挙で自公が大敗し、2009年8月の衆議院選挙で野党民主党による政権交代が実現したということで、そうなんですよ。2007年の7月の参議院選で自公が大敗したということを受けて、2009年8月の衆議院選挙で、民主党が3000万票を取って、自民党、麻生自民党ですね、に代わって政権交代を実現したということなんで、もしも今回の参議院選挙で私の予想をする通りですね、自公が大敗して、
2007年7月の参議院選挙以上に自公が大敗して安倍が首相を辞任するという事態になれば、次の総選挙で、自民党は敗北するだろうと。そして、100% 純粋な野党、不純物は入れないと。反自民反自公の 100% 純度 100% の本物野党が結集する連立政権が誕生するという可能性が高いんですね。で、12年前の2007年7月に実施された第21回参議院選挙で安倍自公政権は歴史的な大敗を被ったと。安倍自民党は64議席から27議席減らして37議席にと。公明党創価学会は12議席から3議席減らして9議席にと。自公合わせて46議席で過半数割れをして大敗し、安倍晋三は首相を辞任したと。2、それから2年後の2009年8月30日に行われた第45回衆議院選挙で小沢一郎、鳩山幸夫が率いる野党民主党が3000万票を獲得して麻生自公政権に大勝利して政権交代を実現したんだと。こういう過去があるんですね。で、次に私が予測する今回の参議院選挙の結果、こうなるだろうということで、1、安倍自民党の議席数は改選67議席から29議席失って38議席となると。日刊現代は51って言ってますけどね。で、2、公明党創価学会の議席数は改選11議席から3議席失って8議席になると。で、3、自公合わせた議席数は改選78議席に対して32議席失って46議席になると。4、したがって自公の議席数は非改選70議席を加えても116議席にしかならず、参議院の定数242の過半数121には遠く及ばないと。で、5番目、安倍首相は辞任すると。こういう予測なんですね。で、この私の予測、安倍自公の歴史的大敗の5つの主な理由はこれだろうということで、昨日は第1と第2を言ったんですけど、今日は第3と第4と第5ということですね。で、昨日のおさらいですけど、第1の理由、日本の参議院選挙は衆議院選挙と比べて選挙民の民意が直接選挙結果に反映されるまともな選挙だということなんですね。なぜならば参議院選挙は3年ごとに任期6年の参議院議員の半数を選ぶという選挙期間が固定化された普通の選挙だからであると。普通の選挙ってそういうことなんですよね。議会の任期が6年とか衆議院の4年とか、その任期を全うして、選挙が行われるというのが普通の選挙なんです。で、日本はですね、衆議院だけですよ。衆議院だけが内閣総理大臣が勝手に解散する権限を何の根拠もなく憲法に違反して大嘘をついて、歴代自民党政権の内閣総理大臣は自分たちに有利な時期を選んで、野党に金がないと、野党が分裂していると、野党が弱体化しているという時を狙ってですね、衆議院を解散して総選挙に打って出て、当然ながら野党が弱体化してますんで、勝つのは当たり前なんですね。だから戦後70年にわたって、米国の傀儡政党自民党が公明党と連立を組んで20年ですけど、単独あるいは連立を組んで日本の政治を
100% 支配してきた、その最大の理由は一体何なのかというと、これなんですよ。憲法違反であり大嘘である衆議院の解散権は内閣総理大臣のが解散権を持っていると、先行事項であるという大嘘をついて、その都度総選挙を衆議院を解散して、大義名分をでっち上げですね、殿下の法刀を抜くというふうに、一般的に言われてるんですけど、そのこと自体が憲法違反であり全くの法律違反、憲法違反なんですね。で、第一の理由ですね。5つの理由の中の第一で、今言いましたように、今回は参議院議員ですから、参議院議員選挙ですから、民意が衆議院と比べたら直接選挙結果に現れるということなんですね。で、衆議院選挙っていうのはそういう意味で、政権与党のいわゆる党利党略のバイアスが常にかかっているから、それに大義名分を掲げた政権与党が大手マスコミ等々を使って、自分たちに有利な選挙戦を展開するということで、有権者の民意っていうのは反映されないということなんですね。から第2の理由ですね。これ昨日のメインテーマで言いましたけど、自公が参議院で大敗し安倍晋三が強制辞任を強いられた2007年7月の第21回参議院選挙の時と比べて、現在12年後の今っていうのは、そのうち7年間が安倍自公ファシスト政権が担ってたと。この7年間に彼らが犯した悪性の数々、数の多さ、規模の巨大さ、そして悪質さ、これが12年前の2007年の当時と比べたら雲泥の差があると。ほとんど比較できないほど、その数とその質の悪さと規模の巨大さが際立っているということですね。で、さすがの日本人、私から言わせれば我慢強いと。で、権力や権威に騙されやすいと、弱いという特質を持っている日本国民も、さすがにこの 7年間に安倍晋三自公政権が犯してきた憲法破壊、さまざまな国家権力犯罪、あるいは機民犯罪に対してもう我慢の限界を超えちゃったということなんですね。ですから国民にとって最後のチャンスなんですね、今回の参議院選は。これで敗北したらもう日本は終わりですよ。まさに石井紘基さんが言ってるように自滅するという最悪の事態になるでしょうね。で、第3の理由、これはインターネットの普及がですね、12年前の2007年当時と比べたらまさに雲泥の差があるんですね。で、この10年間でインターネットが飛躍的に普及して、個人が自由に情報収集と意見の発表を広範囲にできるようになったことが3つ目の理由だと。で、インターネットの普及の以前はコミュニケーション手段というのは大手マスコミに独占されてたんですね。ですから個人が自由に今のように安く使えるように、この10年、特にここ 2,3 年は飛躍的にインターネットの普及が拡大したという結果、多くの国民が今まで大手マスコミが垂れ流してきた
情報記事は大本営発表だと、戦前の大本営発表と同じだと、政府と官僚と財官による世論誘導のバイアスが常にかかってるんだということが、インターネットの普及によって独自に情報を取れると、そして意見交換できるというコミュニケーション手段を獲得したことによって、この今まで大手マスコミが独占し配信してきた世論誘導目的の大本営発表報道っていうのはインチキだというのがようやく気がついたという人が多いと思うんですね。で、私がこのブログ杉並からの情報発信ですを立ち上げたのがちょうど2007年の9月なんですね。全く同じ時期なんですよ。12年前なんですね。でその当時はインターネットのメールっていうのはかなり使われてましたけど、でもプロバイダーがですね無料で、ウェブサイトを開放すると、あるいは SNS 等々はまだ始まったばっかでほとんどの人が利用してなかったと思うんですね。で現在12年経った現在、ほとんどの人がスマホを持ってスマホで情報を収集し、あるいは意見交換をしているという時代になったんですね。で第4の理由ですね。なぜ私のこのような大胆な予測がされたのかという5つの理由の中の第4、これは山本太郎代表の令和新選組と黒川敦彦代表のオリーブの木のように、国政へのいわゆる職業政治家ではなくて全くの素人が政治家になると、自分たちが政治に関わらない限りこの国の政治は良くなんないという問題意識で、山本太郎氏あるいは黒川さんの令和新選組とオリーブの木が立ち上がったんですね。今までなかったんですね。今まではいわゆる既存の野党のプロの政治家たちが野党という装いをして実は偽装されていると、偽装野党だということがこの2つのいわゆる素人が政治を目指すという新たな潮流が日本でも始まったんだということなんですね。ですからこの2つの新たな潮流が今まで、既存の野党に対して批判的だった人、あるいはしらけてですね投票に行かなかった人たちが既存の腐敗した野党の批判票の受け皿にこの2つの、新潮流の政党が受け皿になるということが第4の理由なんですね。で、令和新選組の公約ってことで一応1から14ですね、15か、一応簡単に、取り上げたんですね。1、消費税は廃止と。2、空き家、中古マンション、団地を活用し、すべての世代が初期費用なしと。これは初期費用っていうのは、仲介手数料とか、あるいは保証金がないよと。安い家賃で住める公的住宅を拡充すると。から3番目、奨学金をチャラにすると。558万円の奨学金を特例例で救うと。これはすごいですよね。555万人もいるんですよ。から3番目、4番目か。全国一律最低賃金1500円と政府が保障すると。で、年収200万円以下の世帯をゼロにすると。それから5番目、公務員を増やすと。保育、介護、
障害者介助、事故原発作業員などを公務員化すると。これはあれですよね、この公務員を増やす、あるいは保育とか介護とか障害者介助とか事故原発作業員を公務員化するというのはいいんですけど、現在ある、公務員の特権をまず廃止すると。廃止することを前提にして公務員を増やすのがいいんですね。今の公務員の特権、さまざまな特権なんですけど、平均給与が国民1人当たりの平均給与の 1.6 倍とか7倍の世界一高い高級ハンデですね。それから年金も特別な年金が支給されていると。それから退職金もすごいということ、あるいは天下りが自由になるという、いわゆる公務員特権を廃止するというのがあって、それを受けて公務員を増やすということじゃないと、ますますあれですよね、公務員と一般国民のいわゆる格差が拡大しちゃいますよね。から6番目、一次産業個別所得保障と、これは民主党がやってたんですね。で、あまりに低くすぎる食料自給率を 100% 目標にすると、これですね。から6番目、災害に備えると、防衛庁を創設と。7番目、コンクリートも人もと、本土の国土強靭化、ニューディールをということで、これは自民党が言ってる国土強靭化に似てますよね。から8番目、お金を配ると、デフレ脱却給付金というのを出すと。デフレのみ時期を見て新規国債を発行で賄うということですね。これはベーシックインカムで解決できるんですよね。10番目、真の独立国家を目指すと。地位協定改定と。ここでなんで日米安保条約を破棄するっていうのを言わないのかね。これ不思議ですよね。沖縄辺野古基地建設中止と。から普天間基地運用停止と。から在沖縄兵隊カリフォルニア等への移転をお願いすると。お願いじゃないんでしょう。だから日米安保条約を一方的に破棄すれば、1年後に全て100カ所以上の米軍基地と4万人5万人の数を含めた駐留米軍は1ヶ月以内に現状復帰して、彼らの費用で現状復帰させて、日本領土から撤退するということなんでね。から11番目、とんでも法を一括見直し廃止すると。TPP 協定、PFI 法、水道法、カジノ法、漁業法、入管法、種子法、特定秘密保護法、国家戦略特別区域法、所得税法等の一部を改正する法律、派遣法、安全保障関連法、刑事訴訟法、テロ等準備罪だと。この間、安倍が強行採決させて成立させた全ての法律は一括見直して廃止するということですね。12番目、原発即時禁止と。から被爆させないと。エネルギーの主力は火力、自然エネルギーをも拡充すると。から東電原発事故による被災者被害者への支援の継続拡充と。13番目、障害者への合理的配慮を徹底、障害者福祉と介護保険の統合路線は見直しと。14番目、DV ドメスティックバイオレンス問題、被害者支援と加害者対策防止教育を基本とし DV 虐待のない社会の実現と。15番目、児童相談所問題と家庭裁判所の判断、里親特別養子縁組制度の拡充、社会的養護下にあった子どもの独り立ちが不利にならない施設を。から最後16、動物愛護とペットショップでの生体販売禁止と。フリーダーからの直接譲渡や保護犬病の
譲渡を促進するということですね。から畜産物のマニュアルウェルフェアを世界レベルに、動物実験の削減を強化義務化と、こういうのが令和新選組の公約なんですね。だから今言いましたように、公務員の特権を廃止するってことを入れると、それから日米安保条約の一方的破棄を入れて、即座にですね、日本は武装中立宣言をすると、永久武装中立宣言するということですね。そして、何でしたっけ、その2つか、そうですね。それからベーシックインカムの導入ですね。私から言えば月20万のベーシックインカムを導入すると、そのために5つの信用創造特権を廃止し、唯一の信用創造特権は中央銀行、国有化し国民化した中央銀行が国民福祉のため、実体経済のためのみに、信用創造を行うと。で、政府の国債発行は廃止する、禁止すると。それから民間銀行の準備預金制度を廃止ということで、民間銀行は自然に淘汰されていくでしょうね。いわゆる預金者から集めた預金だけで融資するっていうことですから、融資の規模が100分の1ぐらいになるわけですよね。今は預金者から集めた現金の 1% を中央銀行に預託すると、瞬時に 100倍の預金金額の100倍の余震が生まれ、それに高い金利をつけて、全員を借金付けにするという中で、肥大化してきたんで、それをやめさせるということなんですね。ですから、全ての金融サービスというのは国立銀行、中央銀行がやればいいんですよ。金利なしで、安い手数料で。民間銀行なんかも歴史的な役割が終わったんですよね。そして金利の廃止と、そして、付け加えて、日本独特の第二の財布である政治家、自民党政治家と財界と銀行と官僚の財布である特別会計を廃止すると、この6つですね。それによってベーシックインカム、年間240万円の財源が出てくるということなんですね。そして、もう一つのオリーブの木の共通政策ということで5つなんですね。対米自立、これは具体的に何かって、これはもう日米安保条約の一方的破棄しかないでしょうね。から2番目、ベーシックインカムの導入と、これ彼らは月5万円、年60万と言ってますけど、私からすれば全然不十分ですよね。それから消費税 5% へ減税と、これはもう消費税ゼロにすると、廃止ですよ。4番目、官民格差 1.6 倍是正と、これはオリーブの木、山本太郎は言ってなかったですけど、これが絶対必要ですよね。から原発即時ゼロということですね。この5つですね。これが第4の新たな、全く今まで登場してなかった、いわゆる日本でイタリアで10年で政権を取ったオリーブの木の日本版ですよね。全く既存の政党とは関係ないところで立ち上がったんですね。ズブの素人たちが。このままでは政治のプロに任せておくと、イタリアは国家破産すると、イタリア国民はとんでもない不幸に見舞われるという危機感からですね、いわゆる国民的な人気コメディアンだった彼が
立ち上げたんですね。コンピューターの専門技師である友人と2人で立ち上げたんですね。そして、地方選挙で勝って、地方議会に議員を送り込んで、そして国政選挙で勝って、それで、去年ですか、極右の北部同盟と連立を組んで、今は650万人に、ベーシックインカムを導入すると、月最高10万円という彼らの公約をですね、実現する段階に来てるんですね。だからようやく日本でもプロの政治家ではない全く別世界から政治がこれでは大変なことになると、このままいくと日本は破産するよと、あるいは日本国民は安倍自公ファシスト政権に殺されるという危機感から自分の素人が2人、立ち上がって、それぞれの政党を立ち上げて、今回の参議院選挙で、国政に、本格的に登場したということが第4の理由ですね。自民党が自公が大敗するという第4の理由はこれなんですね。で最後の第5の理由、これも今までなかったんですけど、いわゆる米国傀儡政党自民党、国家権力犯罪集団である自民党と20年以上も連立を組んで、自民党と一緒にですね、この悪政の限りを尽くしてきた現在の公明党創価学会に対して公然と批判する学会員が国政に登場したということがこの第5の理由なんですね。で、彼は野原義正さんというれっきとした創価学会の沖縄創価学会総年部の会員なんですね。学会員なんですね。この方ですね。この方が公明党委員長山口夏夫とガチンコ勝負をするために東京選挙区で、立ち上がったということなんで、これはすごい衝撃でしょうね。創価学会にとってはものすごい危機感があるんじゃないですか。でそのために山口夏夫のポスターには公明党の「こ」の字も入ってないと。だからどっかの泡沫候補じゃないかと間違われますよね。というのが5つの理由なんですね。だからまあ38というのは私はかなりの可能性があると思いますね。あと何日や21日までですから、今日が12日だからあと9日間、あと8日間か8日間で、ますます自公の票は減っていくということは確実でしょうね。日韓現代が51議席だと自民党はまだまだ甘いでしょうね。というのが今日のメインテーマです。石森さん、山崎康彦ワイワイニュースライブを配信スタートしましたということですね。これはあれか。砂月金さん、IMF を通じて強欲宣言の財務官僚、日本の消費税 15% IMF 提言と、来年度から段階的にと朝日新聞、これは IMF は財務省の日本の財務省の出先ですから、ナンバー2とかナンバー3は日本の財務官僚が言ってるんですよね。ですから財務省が言いたいことをこの IMF が言ってるということで、 IMF が言うと世界中に情報が発信され権威づけされるということで、だから消費税 15% を段階的に上げろと IMF が言ってるっていうのは日本の財務省が言ってるってことですよ。砂月にさ、金融緩和長期化にリスクと、消費税10%、これ IMF ですね。
K さん、品川での本日の令和新選組の YouTube ですか。 K さん、今回令和新選組が政党として認められ、そして活躍した結果、次の次期選挙及び3年後の参議院選挙で躍進をし、そして政権へ向かうという流れを山本太郎さん自身が説明と。本日の説明、やはり彼はそうですね、参議院選挙で勝てば衆議院選挙でも勝てて政権交代できるということを彼は分かってるんですね。土山純一さんですね。お茶爆テントコンティニューコイン2枚ですね。砂月金さん、 N 国から地方議員になった人には元在特会の女性いるんですよね。関西のね、とんでもないですね。だから今回の参議院選挙で橋本維新の会、彼が全然登場しなかったのは意外だったんですね。2017年の参議院選挙で、小池百合子がですね、突然希望の党っていうのを立ち上げて、前原と共謀してですね、民進党を割っちゃったんですね。でそのような大仕掛けを今回橋本がやると思ってたんですけど、彼がおとなしの構え、その代わりに、NHK から国民を守る正体不明の彼がですね、目立たない形で、一人区の小選挙区に34の小選挙区の中に28も立候補させたというのは、もう当選の見込みがないところでそれだけ莫大なですね、1人300万600万、28人かける300万でも7000万、1億以上ですよね。どっから来てんのと、そんな金。これはもう完全にジャパンハンドラーズ、あるいは自民党等々から金がいってんでしょうね。立花か、正体不明ですね。だからさっき言いましたように、彼が言うべきことは NHK から国民を守るんじゃなくて、安倍事故ファシスト政権から国民を守る党と守る会と言うんだったら分かりますけど、なんで NHK になっちゃうのと。でしかも NHK を批判するのは唯一受信料を拒否しろと。受信料を払わなくさせるためにはどうしたらいいかっていうノウハウを教えますということしか言わないですね。そして彼らの立候補者集まってくるのは元在特会のネトウヨ、あるいは極右ファシストたちが多いということなんで、その体質っていうのは所詮はそういうことですよ。騙されてはいけないということでしょうね。ヨーヨーさん、コンティニューコインですね。砂月金さん、金融緩和、これは IMF か。はい。K さん、NHK から国民を守る党という奇妙な政策集団を調べれば調べるほどやばそうな集団と。立花氏は裁判に負けて NHK 受信料を支払っていると。そうなんだ。何なんで人に受信料を払わない方法を教えますって言って自分で払ってんの。砂月にさん、 NHK 批判をするならばなぜ山本太郎と令和新選組を無視し党首討論にまた一急病で福島みず子さん代理を認めないのかも触れるべきだと思うと。もう正体はバレバレでしょうね。立花の修二星野さん、コンティニューコインですね。はい。ということは時間がもうちょうど1時間9分69分57秒と。視聴されている方が同時期で52名様、全部で169名様、コメント22件ということですね。で今日のメインテーマはこれアップしてなかったか、ちょっと全部は無理なんで主要なところだけ
ナンバー3。2007年の参議院で自公が大敗して2009年の衆議院選挙で民主党が勝利したと、こういう流れなんですね。ミルキーさん、コンティニューですね。で、2007年7月の参議院選挙で自民党は64から27減らしたと。あの当時の情勢で、年金問題が最大の争点だったんですけど、あの頃の年金っていうのはまだ可愛いもんで、問題になっているのは2000万とかなんかの人たちの年金の記録がないと、紛失していると、あるいは未記帳だということがバレバレになったことに対する批判なんですね。今は記帳とか記帳されてるされないっていう問題ではなくて、年金自体がもらえなくなっちゃうということがバレバレになったということですので、事態は12年前の年金問題にも数百倍深刻なんですよね。そして安倍自公ファシスト政権がこの7年間に行ってきた憲法破壊、さまざまなアベノミクスという壮大な国民資産の収奪ですね。そして、ほとんどを実体経済でなくて金融経済、ロシアの国際金融マフィアが支配する金融経済の方に、持ってっちゃったと。だから実体経済は成長しないと。今年の日本の経済成長率 1.1%、 中国は 6.2%。 この差一体どこから来るのかっていうのは簡単なんですよ。国民資産がどこに、投入されているかということなんですね。で、公明党は12から9と自公合わせても過半数46で過半数に達しないということで、過半数割れして安倍は第一次安倍内閣で首相をやったんですけど、この大敗を受けて普通の感覚だったら即退任なんですけど、彼は続投を宣言したんですね。それでも結局強制辞任させられたということなんですね。それから2年後の2009年8月30日に麻生内閣の時に衆議院選挙、これも任期満了じゃなくて麻生が国会を開催したんですね。大義名分なくて破れかぶれで、そして、小沢一郎、鳩山由紀夫の当時の民主党が3000万票を獲得したと。だからその時に3000万人の国民がこの民主党、野党民主党に期待したんですよね。でも3年間の民主党政権の中で、一番頑張ったのが最初の鳩山由紀夫の1年で、それも完全に足引っ張られて1年で退任し、次はジャパンハンドラーズに選ばれた菅直人、彼が突然ですね、政権公約にない消費税を 5% から 10% にすると、あるいは TPP という第三の開国に向けて日本は国を開かなきゃいけないというわけのわかんないことを言い出して、結局2016年の7月の参議院選挙で民主党は敗北したんですね。それで、参議院の第一党が自民党が復活しちゃったということで、結局2012年12月の総選挙で野田と、それから当時の自民党、野党自民党の総裁の安倍が裏で密談してですね、衆議院を解散して、そして、民主党がそこそこ負けても自民党と連立を組んで、首相が安倍で、副首相が民主党の野田と
いう自民党民主党の大連立を画策してたんですけど、民主党が大敗しちゃったんで切り捨てられたということで、2012年12月に第2次安倍内閣が誕生して、そこからもう7年ずっとこの安倍自公ファシスト政権というのが居座ってるんですよ。信じられないですね。その間にアベノミクスという壮大な国民資産の略奪、合法的な略奪が実行され、そして国民は当初は騙されたんですね。デフレが克服されて、経済成長するだろうと。でも一向にそれで、2017年の総選挙までぐらいじゃないですか。で、アベノミクスの正体がバレバレになったっていうのが今年でしょうね。ミルキーさん、森永卓郎氏が各種の経済政策を採点、令和95点、共産党70点、社民党60点、日本維新と国民民主が40点と、自公が10点と。なるほど。これは面白いですね。ということです。何でしたっけ。それだ。で、私が予測する、こんな数字、山崎さんの個人的な願望でしょうというふうに一生に付す人がほとんどだと思いますけど、あと21日の結果を見たいですね。自民党は67から29議席失うと。だって2007年の7月の参議院選挙で事態が今と比べたらまだまだ被害程度が軽度な時にですね、自民党は29議席27議席減らしてるんですから、それと比べたら何百倍も国民一人一人に対する、被害が拡大している現在において、29議席というのはあり得ると思いますよね、私は。から公明党が11から3議席失って、8議席と。これは野原さんが登場したことによって、もともともう組閣会員の高齢化によって、会員数が減ってるんです。激減してるんでしょうね。それと20年間も自民党と連立を組んでて、自民党の完全な保管物になっているという正体がバレバレになって、いわゆる700万とか750万票の票のほとんどが F 票というフレンド票なんですね。でフレンド票も以前ほど集まらないということで、おそらく2017年の総選挙の時に初めて700万票、比例で700万票を割ったんですね。691万票。そこからおそらく50万票ぐらい減るんじゃないですか。650万から600万の間じゃないですかね。この参議院選挙での比例の公明党総合学会の獲得票数っていうのは。で自公合わせて78から30に減らして46となると。そうすると非改選の70合わせても116しかならないんで、過半数の121にならないと。残りが差額が9議席ですから、おそらく維新が入るんじゃないですかね、連立の中に。維新は完全に別動隊ですからね、最初から。そして安倍晋三は辞任するということですね。
また潰瘍性大腸潰瘍性大腸炎かという理由で彼は入院して、で、離任するんでしょうね。第一の理由ですね、参議院選挙だと。第二の理由がさっき言いましたように、12年前と比べたら事態は最悪の状態になっている。7年間の自公ファシスト政権による悪政の数と規模と質の悪さ、悪辣さが比較にならないほど重大だということですよね。この7年間の悪政の数と規模と悪辣さが2007年当時と比べたら到底比較できないほど悪辣な状態になっていると。さすがの日本人も日本国民も我慢が強いと。から権威とか権力が弱いと。国民もこの事態に対して我慢の限界をとうに越しちゃっているということなんですね。これが第1と第2ですね。で第3はインターネットの普及が爆発的にこの10年間普及してきたと。そのことによって多くの国民は大手マスコミが垂れ流す情報にはバイアスがかかってて、戦前の大日本帝国軍が大本営発表として、世の誘導のための嘘800を流していたと。で国民は騙されていたという同じ状況にあったんだということが気がついたということですね。から第4の理由は全く新しい素人が政治の世界に登場してきたという山本太郎の令和新選組と黒川敦彦のオリーブの木で、結成から10年で政権を奪取したイタリアの五つ星運動の日本版だということなんですね。それでこれ令和の最初の公約だけですね。消費税廃止、これいいですよね。奨学金チャラといいですね。そしてオリーブの木5つベーシックインカム、これですね。ということです。今日のメインテーマはそういうことです。で時間がもう84分になりましたんで、ちょっと急ぎましょう。今日のトピックスですね。今日のトピックスは日韓現代の情勢分析ですね。自民圧勝に陰り失速選挙区続出で前回割れ51議席もということですね。日韓現代、この1週間で
劇的に変わるでしょうね。それから米軍が多国籍軍結成を表明、ホルムズ海峡で血の同盟実戦かと、日韓現代。恐ろしいですね、トランプと安倍。品川の令和祭り放送中ということはミルキーさんですね、 YouTube。 それから上級国民は逮捕されても即釈放と、国家公務員らの集約事件簿か、日韓現代。日韓現代連続してますけど、他のメディアが言わないこと言ってるんで取り上げるんですよね、私はね。これひどいですね。上級職員はなんか最高裁事務総局の職員が最高裁事務総局秘書課に所属する40代の事務官が東京都迷惑防止条例違反の疑いで警視庁本庄署に逮捕されたと。事務官は JR 錦糸町構内の上りエスカレーターで背後からカメラを使って女性のスカート内を盗作したと。エスカレーターに乗っていた別の男性が不審な動きをしていることに気づき、その場で取り押さえたと。事務官は6日に送検され同日釈放。日韓現代は最高裁広報課報道係に事務官の氏名、年齢、職務内容を尋ねたがいずれもお答えできないという回答だった。これですよ、上級職員。ひどいもんですよね。これがそうですね、上級職員。それからかんぽ問題、 SNS 現金に、職員憤りと内部告発を牽制と。これ朝日新聞ですね、有料記事、途中までしか読めない。これは保険の販売に関して9万人とか10万人の顧客に対して不利益を与えたということがバレたんですね。それで、職員全員に対して SNF を使うなと、情報が漏れるという通達を出したっていうことですね。それと国政これトランプが敗北しましたね。国勢調査の中で、10年ごとに行われる次回の国勢調査でアメリカで市民権を持っているかどうかっていう質問事項を入れさせようとしたら最高裁が違憲だということで、禁止になったんですね。でトランプは撤回したと。珍しいですね。彼は連邦最高裁っていうのは自分の味方だと、保守派が5名で多数派だというふうに思ってるから何でもやるわけですよね。からフランス議会がデジタル課税法案を可決と
米国の反発に、屈せずということで、これはいいですよね。ガファに対して、課税するっていうことをフランスが先頭になってやって、だから EU もやるでしょ。から最後、今日の重要情報、ジャニー喜多川社長の美談を垂れ流す、性的虐待問題を一切報じないマスコミ、元ジュニアが法廷で暴露証言、最高裁でも、確定してんのにということで、そうですね、ジャニー社長が亡くなって、本当美談が溢れてるんですね。感謝感謝の。何なんだろうね、北川。実は性的虐待を行ってたということが裁判になって、最高裁まで行って確定しているということを一切マスコミは報じないと。もう天皇なんですよね。天皇のアジア太平洋侵略戦争の犯罪に関して一切報じないというのと同じでしょ。北川さん、ジャニー喜多川は小天皇なんで、中天皇ぐらいですかね。だから全部タブーになっちゃったんですね。ということで今日の放送これで終わりです。時間が1時間半過ぎましたね。92分18秒。視聴されている方59名、全体で219名様、コメントが54件ということですね。ということで、今日もたくさんのコメントとたくさんのコンティニューコインとギフトいただきましてありがとうございました。で明日、明後日お休みなんで、来週の月曜日ですね、よろしければまた合流してくださいということで、今日の放送お疲れ様でした。終わります。